今日は留学に向いてる人5選についてお話しします。よいしょ。はい、皆さんからよくね、留学に関しての質問をいただくんですけども、僕は今ドイツに住んでまして、それに際して、今回の動画の作成に至りました。皆さんの思い描く留学が、向いてる人とか、留学して帰ってきた後すごい楽しそうに生き生きして帰ってきた人ってどんな人を想像しますかね。僕もいろんな方とドイツでお会いしてまして、その人たちを見ていく中で、この人は留学を楽しんで、この人はちょっと留学があんまり楽しくなかったなっていう風に感想を抱いている人、それぞれが、どんな違いがあったかなっていうところで、お話ししていこうかなと思います。今回5選なので、下の方にクリップボードを、5つ置いてますので、先にどんなことを話すか結論を見てから、先の動画見たい方は引き続き動画見てもらって、今回の動画あんまり該当しないなっていう方は全然次の動画に飛んでもらって大丈夫です。それでは行ってみましょう。はい、というわけで、1つ目の向いてる人の特徴になります。1個目は、料理が得意上手です。これは本当に人それぞれだと思うんですけど、留学をして、どの国に行ったとしても料理っていうスキルを持ってる人はめちゃくちゃ留学を楽しめる傾向にあるかなと思います。行く国行く国で本当に食べられる食べ物って変わってくるんですね。レストランもそうですし、家をね遊びに行ったら特定の料理しか出ないとかそういうものがあるんですけど、僕ら日本人は特にですねすごく恵まれた環境で、正直世界一美味しいんじゃないかなって思う食べ物を食べてから海外に行くので、めちゃくちゃそこのね食のハードルが上がった状態で国を出ることになります。そこで留学をしてて僕が、メンタルがやられたなと思うのが食のところでして、美味しいものが食べれないとどんどん自分のメンタル的にもやられてくるっていうところがあるので、食が自分で作れる方はすごく強いなと思います。実際にですね、僕の知ってる後輩でももともとイタリアンでアルバイトしてましたみたいな子がいたりして、その人とかはもうめちゃくちゃ毎日家帰って自分で自炊して食べてっていうところで、自分の味に合わせて味覚に合わせて好きな味付けをしてみたいなことができてたので、もうめちゃめちゃ食に関しては何の不満もなく過ごしました。でもう一個料理と近いんですけど、食にそんなこだわりがない方も結構留学は向いてるかなと思います。というのも食べれないけど別に必要最低限栄養素取れればいいやみたいな人はあんまり自分で作らなくてもそもそも食べるためのバラエティのある料理なんてしなくていいから、それだけ摂取してればいいやみたいな人はすごい平気かなと思います。でも個人的にはやっぱり、料理って、衣食住っていう食っていうね3つの3要素の中でも大事な要素だと思ってまして、自分で作れるっていうスキルがあって損はないのかなと思うので、留学に向いている人その1は料理のスキルがある人、料理が好きな人です。2つ目の留学に向いている人はコミュニケーション能力が高い人です。この話はよくいろんな方もされてますし、さほど新しいことではないと思うんですけど、コミュニケーション能力って一言で言うと難しいんですけど、いろいろあると思います。例えば僕が好きな出川イングリッシュっていう英語は喋れないんだけどどんどんいろんなミッションをクリアしていくみたいなテレビ番組の企画があるんですけど、それは出川さんが英語を喋れない、お笑い芸人の出川さんが英語は喋れないんだけども現地に行って身振り手振りとかなんとなく分かる単語でコミュニケーションを取ったりとかして相手から情報を引き出すみたいなやつなんですけど、あれはまさにコミュニケーション能力だなと思います。留学先の言語ってもちろん千差万別で、僕の場合ドイツ語と英語がメインになってますし、アメリカ行ったら英語だしイギリス行ったら英語だし、一方で中国とか行ったら中国語も喋るとか、いろんな選択肢が求められると思うんですけど、言語に関して、一変して変わらないのはその
相手に伝えようとするとか、相手の話を聞こうとするその姿勢みたいなところだと思っていて、コミュニケーション能力がまさにそのスキルかなと思ってます。なんでね、どの国に行っても傾聴力を高く、また発言力も強く持てる人はおおむね喋れなくてもうまくいくんじゃないかなと思ってます。一方でこれは美談というか綺麗事でもあるんですね。コミュニケーション能力のパートとしてそういう相手の話を聞くとか伝えるっていう力もあると思うんですけど、もう一方でやっぱりその語学力っていうところが組み合わさって、最大のねコミュニケーション能力っていうバロメーターの、マックスになると思っています。なのでもちろんその今言った相手に伝えたいとか相手の話を聞くみたいなところがすごくレベルが高くて、マックスレベルだとしたとしても、最大値が 50%、マックスの 50% で残りの 50% は言語だったりするんで、やっぱりその 100% のコミュニケーション能力を身につけようと思うと言語ももちろん大事になってくると思います。一方でそれは住めば住むほど身につくことでもありますし、ドイツ語とかになってくると結構ドイツ語圏ドイツの場合英語で喋れる人も昨今増えてるんで英語で喋っちゃうっていうのはあるかもしれないんですけど、ドイツ語で喋って語学学校通ってみたいなところで、そこの数値をどんどん上げていくみたいなところが大事なのかなと思ってます。なので2つ目はコミュニケーション能力です。3つ目がですね、このコミュニケーション能力にちょっと紐づいてるものかなと思うんですけど、ほうれん草が得意な人、特に相談が得意な人は留学が向いていると思います。よくね、社会人になったら、ほうれん草が大事だよみたいな話を学生の頃は聞くと思うんですけど、別に学生の頃もほうれん草ってめちゃめちゃ大事なんですね。例えば、自分が理系の学生だったら特にイメージしやすいと思うんですけど、研究室に配属されました。その研究室で自分はどんなことをしていて、今どんなことに困っていて、どういうことをした方がいいと思いますとか自分の意見が言える人はめちゃくちゃ研究室で生き生きしてる傾向にあります。先生とうまくコミュニケーションを取れていて、相談する分先生からね、今まで培ってきた何十年っていう経験を元にアドバイスをもらって、そのまんまやってみたらなるほどこんな結果が得られるんだっていうので、進めていくと思うんですけど、このほうれん草っていう能力は留学ではめちゃめちゃ大事です。なんでかっていうと、相談内容がめちゃめちゃ多いんですね。日本に住んでると当たり前のことが留学をするともう当たり前じゃなくなります。ビザの取得なんて日本で住んでる場合は自分がね日本人だったらするわけないので、海外に行くっていうところで初めてビザのね、取得方法とかその辺学んでいくと思うんですけど、これを一人でやろうと思うとかなりしんどいです。現地とか、その現地のね日本人とか、現地のその市役所とか、そういうねやり取りする施設とかあると思うんですけど、そことの相談ができない場合はかなり辛いです。ホームページ上で載ってる情報を追うのもものすごく大事だし、いいんですけど、正直ね話すと一番早いんですよ。コミュニケーションを適切な人と話して相談するのがどう考えても正確だしスピード感があるんですね。ってなった時に自分がもしあんまりこう発言コミュニケーション能力とはまた違ってほうれん草の相談なんで正直能力とか必要なくて、誰にどういうことを聞くかみたいなところだと思うんですけど、そこのほうれん草がすごく大事です。なのでもしこれから留学をしたいとか考えてる人は、ほうれん草が大事だって分かってるんで、もう日頃からほうれん草の習慣つけておくといいと思います。例えば今日こんなことしてこんな風に困ったんですよねみたいなことをもう同期とかに、研究のことだったらしてみたり、文系の人でも例えばサークルでこういうことをやっていて、こういうとこで困ってんだよねとかいう話を友達とか先輩にしたり、あとゼミとかも入ると思うのでゼミでそういうことをしたりとか、正直ほうれん草って別に世の中どこでもできるので、
でコミュニケーション能力とは違ってもう適切に何かを伝えることがもう決まってるんで、そこの言語化の練習みたいなのをしとくと留学に行った時めちゃくちゃ役立ちます。自分のことがうまく伝えられて、自分が知りたいことを知れて、結果的に自分が悩んでることをねこう解決できるというところなので、ほうれん草、報告連絡よりは相談の部分は特に鍛えるといいかなと、思います。はいですね。僕が会ってきた方々もすごく相談が上手な人が多くて、自分で解決するように頑張るんですけど、最終的な手前ぐらいからもう相談しているなという印象を受けます。フットワークが軽い、これも大事だと思います。これがね4つ目の、話です。そうですね。フットワークが軽いってなんで大事なのかっていうと、さっきのほうれん草につながると思ってます。なんかフットワーク別に軽くなくても家にずっといるタイプでも別になんか留学楽しんでる方はたくさんいますし、なんかフットワーク軽くどっか行けっていうのを言いたいわけじゃないですけど、やっぱり留学をしてる人の多くはフットワーク軽い人の方がなんかネットワークできた結果、ほうれん草の層がねしやすい状況に自分を置いてるなっていうふうに思います。何か困った時に誰に相談したらいいかって結構難しくないですか？僕自身も結構やっぱり最初の頃とか誰に相談したらいいんだろうってすごく悩んだりはしてないですね。悩んではないんですけど迷ったりした経験があって、最初はねおおむねはなんかその受け入れ先とか、そこの、周辺のね、にいる人たちに相談していけばいいと思うんですけど、長く住めば住むほど、質問するべき人がまたちょっとねジャンルによって変わるんですね。例えばなんか、住居に関する質問を、研究の人に聞くよりは住居に関することに詳しい、そういう不動産やってるみたいな人とかに聞いた方が圧倒的に知識量があるわけで、その人に相談したいってなった時に知らなかったら相談しにくいですよね。ただそこでフットワークが軽いっていうスキルを持ってると結構なんかこういろんなところにそういう人と出会うきっかけはあるので、そこに飛び込むだけっていう感じです。僕みたいに発信してるっていうのは結構フットワークを軽くしたい理由の一つなんですけど、僕みたいにこういうことを発信してる人がいて、逆にあっちからこういうことやってますって言って声かけてくださるんで、僕はそこの人とコミュニケーションを取ってっていうので、結果的にフットワーク軽くどんどんそのドイツにいる日本人のみならずドイツ人の方とか出会って知り合って、で今度はほうれん草の層をその方にするみたいな関係性になったりします。なんでYouTube やれっていうわけではないんですけど、例えば誘われてなんか知らない人その場にいそうだなと思ったら、ちょっと参加してみてちょっとずつコネクション作って、なんかちょっとこの人変だなみたいな一言は距離を置くとして、なんかお互いにいいなと思う人とはどんどんつながっていくっていうのは、世の中全体通して留学またほうれん草と一緒ですけど、留学関係なく自分の幅チャンスが広がるのかなと思うので、フットワーク軽くいることは大事かなと思います。最後、ポジティブ思考です。割とどこでも言われるんですけど、ポジティブ思考は僕も大事だなと思います。大事な理由はですね、正直困難ばっかりなんですね、留学は。なんでこんなこと起きるんだろうとか、なんであんなことするんだろうとか、いろんなことが、ネガティブに捉えやすい状況が起きるんですけど、そこを180度ガラッとポジティブに変えてあげるとすっごい見え方変わって、生活もそんなに苦じゃなくなってきます。最近だと僕すごい面白かったなと思うのが、動画で嫌いなこと、ドイツで嫌なことっていう動画を上げたんですけど、ぜひ見てください。そこでは、オートロックの話をしたんですね。で実際にそのうまくいかなかった子、やっちゃった子にこの間話を聞いたら、その過程で、ドイツのその鍵が開かなくなった時どうするかとか、開かない時にこういうセットがあって、こういうのでうまくガチャガチャするとドア開いたりするんだよねとか、なんていうんですかね、その文化を学べたっていうことを言ってて、すごいなと思って。普通になんか入れなくなったらしんどいし辛いし、日本に早く帰って、こんな勝手に閉まるドアなんて置いといて日本に帰りたいなっていうのが多分普通の
人だと思うんですけど、ポジティブな人って、どっかに面白い要素とかエピソードになるなとかわかんないですけど、なんか切り取り方がうまいんですよね。もちろんその留学で長く住むとかそういう時にはすごいポジティブが大事っていう話であって、またちょっとね別の話になっちゃうけど、起業とかなんか新しいことをしようっていう時はネガティブみたいなところでオートロックをなくす世の中にするみたいな、そっち側の目線があるんで、それはそれでその人の強みなんですけど、僕が言う留学に向いてる人っていう今回のテーマにおいてはポジティブが結構強いかなと思います。ネガティブはやっぱどんどん引っ張られるんで、ひたすら日本に帰りたいとか後ろのことばっかり考えてくるので、そこはちょっと難しいかなと思う場面があるので、極力ポジティブでいるっていうのは留学においては大事かなと思います。はい、というわけで本日は、留学に向いてる人5選というお話をしました。皆さんもよかったらこういう人向いてるなっていうイメージがあったらぜひコメント欄とかで教えてください。本日の動画参考になった方は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ちょっと噛んじゃいましたね。ではまた次の動画で会いましょう。さようなら。